グラシャス・ポル・ベル。幼かりし記憶がよみがえる昭和のレシピ、ポークチョップ。鮮やかで飲みやすいチャイナブルー。Thank you for watching。苦手なホヤのパスタにも挑戦。今回は琥珀サーモンちゃんの出番もあります。こんにちは。琥珀サーモンのクリームパスタ。Google 口コミでも美味しいと評判。何度も通いたくなる久慈の憩いの場所。今年で21年、久慈市幼い橋の近くにある地元で愛され続ける名店シエスタ。取材の事前連絡もしないでオーナーママさんの伊沢さんとは初対面の瞬間ですが、なぜか私のことをご存知の様子でした。こんばんは。やってます？まず驚くのがメニュー。カレーにパスタにグラタンやサンドイッチ、サラダやおつまみにデザート。中でもすごいのがドリンク類。その種類の多さに圧倒されました。でも迷うならおすすめのメニューがブラックボードに記されているので、そこから選びましょう。最初それに気がつかず、一生懸命メニューと格闘してしまいました。バナナミルク、おいしい。はい、ありがとうございます。カルボナーラ、ごちそうさま。ローズヒップ、色が綺麗でしょ。どうもありがとうございます。キーマカレー、すごい卵が入ってる。ごちそうさま。シエスタというスペイン語の店名に惹かれましたが、お料理も昭和レシピチャンネルと相性抜群。昭和レシピチャンネルのバナナミルク、カルボナーラ、キーマカレーのレシピ動画もぜひご覧くださいね。はい、ありがとうございます。今日はジャスミンティーです。ボロネーゼ、すごい。お肉と野菜がたっぷり。久慈の野菜を生かしたボロネーゼですね。味付けもしっかりしていて満足感のあるパスタです。昭和レシピチャンネルのボロネーゼやミートソーススパゲッティの動画もぜひご覧くださいね。センスの良い店内。アイスキャラメルミルクティー。はい、ありがとうございます。久慈産琥珀サーモンのクリームパスタが来ました。琥珀サーモンちゃんの登場です。琥珀サーモンは久慈育ちの銀鮭。山ぶどうの皮や種を粉末にした餌で育てられ、引き締まった身と口の中で油のとろけるような甘みがありながら、臭みがなくさっぱりした上品な後味が特徴なんだよ。三陸の荒波で育てられ、鮮度を保つために水揚げ後すぐに加工されて
出荷されるんです。今年は4月16日に初水揚げされ、7月末まで水揚げが続くそうです。私の友達の短角べこちゃんやポージョタン、私たちこれからも時々登場するのでよろしくね。チャオ。いやー、ほんとこれは美味しい。年中食べられないわけじゃないけど、今がほんと水揚げされたばかりのサーモンを食べられるチャンスですので、ぜひ。はい、ありがとうございます。チャイナブルー、美味しい。飲みやすい。インスタでバンバン載せられてるんで大丈夫です。ここは何年になりますか？ここは移転して8年か。8年。その前にどっかでその前もいろいろ昼やったり、はい。そうです。21年。はい、トータル21年です。すごい、ね。ずっとシエスタという名前で。そうです。私南米のパラグアイに住んでたので、はい、シエスタっていう言葉は非常に親しみがあるというか、ね、暑い時間は働かないんです。働かなくてみんな日本もそうなればいいですけどはい、どうも。ホヤと野菜のマスです。はい。トマトにナス、カブとブロッコリーとスナップエンドウなどが入っています。美味しいだけでなくバランスの取れた体にいいパスタですね。苦手なホヤを実食。美味しい。ホヤは好きな人はハマるし、苦手な人と両極端に分かれる食材なんですね。形が独特で調理される前のこれを見たらもう無理となる人も。でも新鮮なホヤはまるで赤貝の刺身。最初に美味しいホヤを食べてたら私も大丈夫だったのかもしれません。現にこのホヤのパスタは本当に美味しい。ホヤとこのトマトが合うそうです。ホヤの苦手な人も三陸へいらしたらきっと食べられるようになりますよ。ホヤの栄養素についてはこちらの動画でも話しているので、ぜひご覧くださいね。とっても美味しかったです。食べれました。本当いいホヤですよね。ああ、これはクジのですか？これは大船渡の。山田の。あ、そっかそっか。牡蠣の有名な。そうですね。はい。はい、エビとチキン、グラタン。はい。熱いのでお皿を触らない。はい。グラタンも昭和の懐かしい味。レシピ動画まだ作ってなかったですね。今度作りましょう。中身はどんなのがいいかな？リクエストがありましたらどうぞ。香ばしく焼けたチーズがたまりませんね。はい、
どうも。ポークチョップは日本では豚肉をケチャップベースのソースで味付けすることからチョップがチャップとなまりポークチャップという昭和の代表的なメニューになったとも言われています。昭和の料理研究家父平田武一も好んで作ってくれました。甘酸っぱい味付けの洋食。私にとっては甘酸っぱい恋をする前の昭和の懐かしい食べ物なんです。何度も通いたくなる憩いの場所、シエスタ。いかがでしたか？お料理が美味しく、飲み物やカクテルも豊富、仲間でワイワイ行くのもよし、一人でもさっと立ち寄ってくつろげる素敵な憩いのお店。9時へいらしたらぜひシエスタへお立ち寄りください。来週は八戸は超有名なお店サバの駅をご紹介しましょう。チャンネル登録してお待ちください。評価コメントもよろしくお願いいたします。9時の奇跡の生態院マッサージオリエンタルへもどうぞいらしてくださいね。んでやまだなす。Nos vemos. Chao, chao.